こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい壱岐の島の旅をお届けいたします。最近話題沸騰の長崎離島の一つである壱岐の島ですが、美しい絶景はもちろん最強の温泉とグルメ、そして人の温かさに満ち溢れてるのに適度に都会な、まさに大人の穴場旅行先でした。最高のモデルコースを紹介いたします。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。壱岐の島は九州北部の玄界灘沖、福岡県と対馬の中間地点に位置する島です。人口は約 2.3 万人。壱岐は島そのものが古代の博物館と言われ、日本の成り立ちを語る上で壱岐は欠かせない島とか、島内には150以上の神社があり、島全体がパワースポットとも言われています。権力の象徴である巨石古墳や小さく古い祠が数えきれないほど点在しています。遥か遠い神話の時代も身近に感じられるのに、現代の便利な暮らしが馴染んでるのも壱岐の魅力。壱岐は日本の麦焼酎発祥の地とされ、壱岐焼酎として世界的にその名が知られています。豊かな自然に恵まれ、幻の黒毛和牛とも言われる壱岐牛やウニやイカなどの新鮮な魚介類、温ダコをはじめとする伝統工芸など、壱岐生まれの名物は数多くあります。農業・畜産業に適した気候で、アスパラガスの生産は長崎県内一です。離島には珍しい温泉マニアもうなるほどの療養規定約15倍の高濃度な温泉もあります。壱岐へのアクセスは福岡、佐賀、長崎のいずれから可能で、福岡からは高速船で約1時間、佐賀県からはフェリーで約1時間40分、長崎からは飛行機で約30分となります。島内はレンタカーで回るのがおすすめです。それでは至高のグルメと絶景壱岐の島の旅を一緒に楽しみましょう。壱岐の島の旅をする前は、同じ長崎離島の五島列島福江島の旅をしてまいりました。福江島の旅はね、2回目だったんですけども、今回は地元民の方におすすめいただいたお店だけを回るという、こちら最高すぎましたので、ぜひ別動画でご覧くださいませ。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということでですね、今日長崎に私はいます。昨日までね、五島列島の福江島にいたんですけど、この後ですね、壱岐、対馬と長崎の離島を回りたいなと思っておりまして、今日から壱岐に行きます。はい、ギャグじゃないです。壱岐に行きます。で、ここからね、今長崎駅前にいるんですけど、高速バスに乗って長崎空港行きまして、飛行機で今回行きたいと思います。行き方はね、いろいろあるんですけど、今回僕は飛行機を使います。はい、というわけで行ってきます。楽しみです。今回は長崎駅前に宿泊してたので、長崎空港まではバスで約40分で到着になります。さあ到着しました。はい、あれですね、3時40分行き行き。はい、あ、なんか三角になってるけど大丈夫かな。はい、今3時11分ですね。15時40分発の長崎発行き行き乗ります。もう行かないといけないですね。一番搭乗口ですね。 ORC と ANA と JAL 共同運行ですね。この時間は結構お客さん少ないですね。ガラガラです。今日もいい天気です。今日も ORC オリエンタルエアブリッジをご利用いただきましてありがとうございます。長崎空港から壱岐空港までは約30分で到着になります。いやいや、あっという間に着きすぎる。10分ぐらいしか飛んでないようなイメージ。やってまいりましたね、壱岐空港。めちゃくちゃ小さい空港ですね。これ到着してから荷物取るってやつ。
感じなの。めちゃくちゃ原始的や。あんな原始的な感じで来るんですよ。一番奥の。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあレンタカーを借りに行きます。はい。お願いします。どうぞ。お願いします。ここでここからスタートで。ここからスタートで。ありがとうございます。積まれていいですか。はい。救助のみお願いいたしますので。ありがとうございます。はい、ちょっとね今4時5分で、今から観光といっても本当にちょろっとしか行けないかなと思うんですけど、ただね壱岐島は結構ちっちゃくて1時間もあれば一周できちゃうみたいなんですけど、明日北側に行くんでちょっとこう空港で。この辺り猿岩ぐらいまで行こうかなみたいな感じで思ってます。ちょっとビーチ見て猿岩見てみたいな。鬼の足跡、この鬼の足跡と猿岩ぐらいはちょっと見れるかなと思ってるんで、ちょっとそんな感じで今日は行きたいなと思ってます。それで夜はお寿司とか食べたいなと思ってます。ウニ丼も明日食べたいですね。で明日は北の方からね辰野島っていうところにクルージングがあるんで、それ行きたいなと思ってます。で明日はですねこっちの方の民宿で料理を食べると。で今日はこちらで宿泊して飲み歩きみたいな、そんなプランで考えております。まずはすぐ近くの大浜海水浴場、めっちゃ綺麗やな。これ行ってみよう。いやーもうこの壱岐ね、前評判からね僕すごいおすすめですよって言われてたんですけど、めっちゃいいっすね。もう着いた瞬間からやばい、もう好きな匂いがする。うわーもうなんか時間の流れが確実に止まった感じ。うわーすげえな。もうそういうのすぐ分かりますね。もう島の嗅覚ですね。僕も楽しみやな。本当は1泊2日にしようと思ったんですけど、2泊した方がいいって言われて2泊3日にしたんですけど、正解っすね。もっとゆっくりしたい。もうすでにリピートしたい。最高やな。なんじゃこんな狭いとこ通るん。おお怖っ。おおこの先に絶景が待っているんですかね。おおすでに誰かいるな。求めていいんか。いいや求めます。おおさあやってまいりました。大浜海水浴場ですね。ちゃんと海の家の跡なんかもありますね。でもただ今はね3月なんでまだ多分泳げるような気温じゃないですね。いや素晴らしい。うわーめっちゃ白い砂があるな。これは美しいですね。波が結構ね今日強い感じですけど、それでも綺麗。あちら側もちょっと行ってみましょうか。今高校生みたいな子が一人でずっと海眺めてますけど、そんなことができるんですね。めっちゃええやん。あっちにも綺麗な海が見えます。おおいいねいいね。いや素晴らしい。うわゴールドコーストかよみたいな。素晴らしいですね。ここはね島民の家族連れに人気のビーチですね。遠浅な海岸で干潮時と満潮時で景観が大きく変わるのも特徴と。今あれなんかちょっと満潮時なんかな。透明度も高そう。透明度高いっすね。明日真っ昼間とかに来たらまた良さそうっすね。この姿も覚えておいてください。素晴らしい。砂もサラサラでいいっすね。いや夏も来たいなこれね。今やっぱ冬なんで普通に靴履いてますけど B さんとかで来たい。こういう木もまたいいっすね。めっちゃいい。いいっすね。ちょっと車走らせるといい景色がめっちゃある。いやーいきなりね最高の景色が見れて本当に気持ちがいいですね。その気分のまま車を走らせてたら展望台を見つけましたので、展望台の方に向かいたいと思います。壱岐の全体像が見えるでしょうか。壱岐は平坦なね地形が多いだけに貴重な景色になるでしょう。さ
さあやってまいりました。壱岐対馬国定公園竹の辻園地というところにやってました。で展望台がもうちょっと先にあるのかな。ここが展望台じゃない。今の位置からちょっと上がっていかないといけないか。展望台そこまで行くべきなのかどうかやな。行くのかこの時間から。こっからも十分綺麗ですけどね。ほら素晴らしい。こっからも十分素晴らしい景色を眺めることができておりますが、さらに見えるんですね。はい、それではね 340m の距離感あんまりちょっと分かってないですけど、多分5分ぐらいじゃないかな。歩いて行ってみます。いやもう僕しかいないですよ。僕の車しか止まってないですからね。見てください。もう僕しかいません。ここに来るまでにね車走らせてきましたけども、なんかね面白いなと思って、空港に着いた時のもう静けさ、もうなんか離島の感じすごい良かった。車走らせてると道はめっちゃ綺麗なんですよ。めっちゃ整備されてて、お店も割とドラッグストアがあったりとかスーパーがあったりとか、もう本当に普通に街として成り立ってて、そりゃそうでしょう。2万人以上の方がねこの壱岐島には住んでるんで、やっぱそれぐらいの経済圏は発展してると。それなのに空港に鍵差しっぱなしで置いといていいとか、観光スポットに僕しかいないとか、海にも一人だけで黄昏れるとか、ギャップ感がすごいいいですね。だからめちゃくちゃ不便でもないですよ。ちゃんと生活圏が確保されてますし、それでものんびりとしたというか、この離島の時間の流れが違う感覚も味わえて、すごいなんかバランスがいいというか、もう何もないね場所に行くっていうのもそれはそれでいいですよ。多良間島だったりとか与論島だったりとかね、それはそれでいいんですけど、黒島とかもそうか。でもちゃんとなんか経済圏発展してるのに島感あるっていいですね。機械島とかそんな感じですかね。機械島よりはだいぶ発展してますね。信号もめっちゃ多いし、まあしんどいですよ。空気はめっちゃ綺麗。透き通ってる。見えてきました。なんかあるぞ。なんかある。着いた。これを見るとゴースト・オブ・ツシマっていうゲームでね、最新版だと息もいけるようになってるんですけど、もう素晴らしいゲームなんですけど、なんかそういうのを思い出すな。これは何よ。これが展望台か。来た、竹の辻。来た。この島で一番高い場所です。壱岐島はね本当に山がなくってすごく平坦な地形だと言われてますが、その中でも一番高い山、ここがこの場所です。さあ見えてください。これが壱岐だ。対馬どっちや。対馬が天気が良ければ見えて帰ったけど、もっと上がありました。さらに上が、いいね。いやあっちが対馬かな、もしかして。違いますね。あっちは唐津、対馬はこっち側ですね。見えないですね。うっすらとなんか島があちら側に見えている気はしますけど、でもうっすら見えてるかも。なんか影が、そんな感じですね。急にめっちゃ観光客が増えてきた。いや最初一人でね撮影しててドローン飛ばしてたら、急にツアー客が何十人もやってきて、もうどないしようもなくなった。美しいですね。美しい。この景色美しい。最高。いやー、車をね走らせてるだけでもね素晴らしい景色なところが多くて、走ってるだけで本当に気持ちいいです。その気持ちよさを感じながら猿岩まで行きます。絶対見逃せない景勝地です。やってまいりました。この猿岩というところですね。その途中にねなんか花畑があって行きたかったんですけど、 Google マップがうまく動かずちょっと行けませんでした。今日はもうここで
終わりにして飲み歩き行きたいなと思うんですけど、まあ明日とか明後日にはこの辺とかね回れたらなと思うんですけどね。でこの猿岩は結構まあ有名なんですかね。この継承エリアですね。夕日がすごくいいということでやってまいりました。でこんな感じですね。どれが猿岩や、あれかな、何が猿なんやろ。確かに猿みたいに見えるな。でちょっと今逆光になってるんでちょっとね見づらいですけど、確かに猿みたいになってるな。息と言ったらこちらと。猿岩とは高さ45メートルもある海食岩の奇岩で、猿が遥か彼方の海を遠い目で見ている横がそっくり見えることからその名が付けられたと。いやー本当にね波の音しかしなくて素晴らしいですね。あちら側にもね行ってる人いますね。いやーすごい。まあちょっとねこの季節寒いですけど、この時間になるとゆっくりと夕日と波の音を聞くことができます。都会にいたらね絶対そんなことできないですよね。仕事の合間にみんなで夕日見に行こうぜみたいな、波の音聞きに行こうぜとかありますか？ないっすよね。こんな時間めちゃくちゃ大事ですよ。本当に大事な時間。今の日本人にはやっぱこういう時間足りないっす。海外行ってても結構夕日の時間になったらみんな夕日見に行ってたりしますよ。僕ラオスとか行った時もそうでした。ラオスに旅行った時もみんなね夕日の時間になったら川辺にね集まってこう夕日を見ながらなんかダンスしたりとかねしてるんですよ。そんな時間をもう日本人は忘れてしまってるかもしれないね。そんなことも教えてくれるんですね。この息の旅はまさに旅は自己投資というわけですね。そしてこの息の旅がそんなことを思い出してくれますし、モーリーチャンネルとしてもモーリーチャンネルを見る方々がね、ちょっと夕日にでも見に行こうかみたいな、人工で作られたビルとかテーマパークとかそこもいいでしょう。でも本当に旅の原点っていうのはね、こういう自然そのものを改めて堪能する、そういうことなんじゃないでしょうか。僕はそう思います。ただの岩です。猿岩とはいえただの岩です。夕日とはいえただの夕日です。海の波といえただの波です。でもそれを楽しむ時間っていうのがね本当に大事なんですよ。あとはゆっくりお楽しみください。素晴らしい色になってきましたね。と言いながら僕はね7時に一軒予約しててまだホテルもチェックインしてないんでめっちゃ焦ってます。やばい、間に合うかもしれん。なんでいつもこんなギリギリになるねんと言いながらね、やっぱ夕日の時間とご飯を食べる時間がかぶりすぎて毎回困るんですよ。これ島あるあるですよね。素晴らしい景色から今日はここのホテル泊まりたいと思います。多分ここで合ってると思うんですけど、間違ってるかな、合ってるのかな。さあそれでは早く向かいます。寿司屋さん、今日のご飯どころに向かいます。ちょっと遅れちゃってます。しかしいい感じですね。素晴らしい。いやここをね歩いてるだけでも気分がめっちゃ落ち着くじゃないですか。まあでも僕は今寿司屋まで急いでるんでねそんなことも言ってられないですけど、本当はここでゆっくりしたいぐらいやな。何これめっちゃええやん。息やば。ほらコンビニみたいなのある。いや静かですよ。なんかあそこに似てるな。尾道で行った五木島っていうところこんな感じでしたね。いいですね。ふれあい通りの愛がラブになってる。なんか音楽なってる。さっきも寿司屋さんにねちょっとすいません遅れちゃいますって言ったら全然いいですよって、ありがたいですね。何やってんねんって感じですけどね。もう一軒ね2軒目に行こうと思ってた居酒屋あるんですけど、電話かけたらいっぱいやって言って切られたんですけど、ちょっと時間もうちょっと遅くめにね顔出してみていけないか狙いたいと思います。さすがに最初からいっぱいやけどずっと最初から最後までいないやろ。しかし寒いな。こう街歩きしてても面白いですね。結構なんて栄えてる跡が
ちゃんと駐車場のあるんですね。800円取られるね、24時間で。都会っすね。あそこうまそう。イカの生作りマルシン、あれここかな。あそこに行きたかったんですよ、2軒目。行けそうっすけどね。野本寿司ここっすね。こんな細いとこ入っていくのよ。ここに入っていく。あったあったあった。すごいディープスポットみたい。ここですね。野本寿司たどり着きました。それでは絶対壱岐では欠かせない寿司屋さんに行きます。メニューがこんな感じですね。特上おにぎりを頼みましたが、なんとウニは4月10日解禁で、今3月21日です。いつ来てもウニが食べれるわけじゃないです。明日以降も食べれるのかな。ビールからいただきます。いきなりうまそうですね。それではいただきます。これは何ですか？フグ。あ、フグ。美味しい。スタートから最高で期待が高まります。昨日風強かったですからね。それでちょっとあんま取れてない。今日の毎年この日はゆっくり春一番。春一番の、はい。で、壱岐の日本酒もらっていいですか？はい。どれが初めてなんですけど、壱岐の、はい。どれがいいですか？はい。違うと思う。今日からって書いてるけど、はい。辛くはない。あ、そうです。お母さんどれが好きですか？それが好きですか？これはですね、ちょっと火は入ってないんで、生だけです。同じあれですけどね、入ったの入ってないのと、これ火が入ってる。火を入れて生だけはこっち。あ、こっち生ですか？違います。どっちも飲んでみたいですね。どっちもね。はい。だから生はもう終わりです。最後だから。なるほど。それからも火入れになってて。なるほど。一回飲みません、これ全部入れたら。ありがとうございます。じゃあ先これ飲んでってことですね。だってこれが残ってる結構いい。はい。ああ、そうです。これ出してあげましょう。ありがとうございます。あ、なんか深い。全然めっちゃ辛くないですね。辛くないですよ、これ。むしろフルーティーな感じですね。辛って書いてる。この方があれになります。魚になる。あ、魚になるんですか。これは生き牛とアオリイカ。生き牛来ました。じゃあフグです。そっちがヒラマサ、サワラ。じゃあいただきます。フグからいただきます。いただきます。歯ごたえも素晴らしいし、シャリとやっぱネタとのバランスとか素晴らしい。イカ、アオリイカ。フグいただきます。日本酒が合う。生き牛いただきます。サザエ。ああ、対馬来週で行きます。はい。サザエいただきますね。サザエ。これ。すぐなくなってもらう。
少し飲んでください。足してあります。ありがとうございます。ね、最初のなみなみと。私がいいです。私がです。あ、でもこっちの方がキレがいい感じがする。食事にはこっちの方が合いそう。ありがとうございます。こっちはキレがいいですね。横いただきます。初めてです。うわ、黒マグロのこうピチピチやん。ソースだ。絶品や。そら評価 4.6 なるわな。トロ。うわ、すごい。この生島こそ天国に一番近い島なんじゃないか。天国行ったわ今。来週行く対馬の穴子。めちゃくちゃうまい。歯応えもあるし香ばしい。絶対美味しいやつや。3日以上のナギってないですよ。ああ、やっぱりナギの方が珍しいみたいな。どうともそう言われたいでしょ。そうっすよね。いや、まあ僕もいろいろと島を回ったりしてるんですけど、やっぱそうっすよね。けどそれが島のいいところ。そうですね。いつ行っても同じものがうん。ドーンと出てきたらちゃんとおかしいでしょ。そうですね。1回で終わっちゃいますから一回でね。そうっすよ。大将も言ってたけど、ナギの日ってほとんどないらしいんですよ。やっぱナギが3日続くとかないんですよ。基本的にはやっぱ死刑多い。だから完璧な状態で料理を出せる日っていうのはなかなかない。でもそれが島の魅力なんですよと。いつもいい時ばかりじゃないと。毎回完璧なもの出したらもう1回でもう終わっちゃうじゃないですか。皆さんもそうっすよね。完璧なパフォーマンスできる時って1年に何回あるんですか。でもそういうね、完璧じゃない時があるからこそ魅力だったりするわけです。そんなことも教えてくれるんですね、この息の旅は。いつもやったらもうちょっと調子出せたんやけどなって言いたいの分かります。今日も山本由伸が、ね、レビュー戦でめちゃ打たれました。でも人間なんでそういうことあります。大谷惜しかったな。いやー、野本寿司さんめっちゃ美味しかったですね。いや本当に今日は実力の半分ぐらいしか出せないって言ってましたね。やっぱ魚が少なかったですし、結構長くやってるんですよねみたいな話をしたら、もう70何年ぐらいになるんですか。2代目の方がやられてると。しかも77歳でここまでバリバリやってるんですね。いやすごいですよ。で3代目の方は、今福岡で雇われ店長みたいな形で寿司屋をやってると。戻ってきてほしいですね。正月とかだけやっぱ一緒にやったりしてるらしいんですけど、孫がまだ中学生だと。いやなんとか続いてほしいですよね。100年続く寿司屋になってほしい。それぐらいいい寿司屋さんだったなと思います。無理かなあそこ丸立つ。でもあそこはいっぱいやって言われたんでね、ちょっと時は行ってみようかな。おすすめされた。行けるかもしれんなここ。僕ちょっと行ってみよう。本日は500のお客さんに料理キャンプのため十分な料理提供接客ができかねる状況です。誠に申し訳ない。なんと無念です。だよねそんなことある。また行きたい。じゃあちょっと次さっきおすすめされた店行こうかな。地元の方おすすめみたいなんですけどね、 Google で見ると結構地元民優先して観光客適当に扱ってるんじゃないかみたいなレビューもあってちょっと不安ですけど、でもさっきのね美味しいって言ったんで行ってみたいですね。行ってみますか。この先にもなんか寿司幸って言って寿司の美味しいところあるみたいですね。でも次はやっぱ寿司じゃないものを食べたいですね。いい店やったな。なんか全部正直に言ってくれるし、しかも安かったな。5000何本ですよ。日本酒2杯飲んでビール1杯飲んでジョゴ握りと鉄火巻き食べて5000いくら。しかもカード払いもできました。スナックもあるじゃないですか。結構ディープなスポットあるな。
なんかほどほどに栄えてるのに静かなこう島感もあって、それがいいですね。バランスがいいな。息がなんかこう普通に移住できそうなぐらいの感じですね。まあ、旅とかしてる間はねここに住んだら不便ですけど、旅とかしなくなってもうなんかゆっくり過ごしたいみたいなんだったらめっちゃいいかも。あ、ここいきなりあれやん。地下いいんか入ってるよ。なんと今日はもう閉めるところでした。無縁です。行きたかったな。宣伝するのにな。このまま終わるわけにはいかないんでね、ちょっと別の場所探します。居酒屋カオルっていうところもね Google 評価 4.6。 そういきなりある。なんか距離感がもうちょっと歩くかなと思ったらめっちゃもうすぐに着くみたいな感じです。ここ行けるか。ここ行ってみますか。おでんと餃子とすり身を頼みました。お酒はソーダ割りでソーダ割り。餃子いただきます。おでんも美味しい。しかもリーズナブルですね。めっちゃ安い。地元の方とかも結構来てそう。あと料理の提供の時間がめちゃくちゃ早い。瞬時に出てくる。他ねラーメンもあるんで、ラーメンの締めにね食べてる人も多いですね。すり身揚げ。このお店は長いんですか？61年。61年ですか？すごいっすね。いや素晴らしいことです。その島が好きな人。まあ島が好きというか、なんか僕のその YouTube チャンネルが島が結構見られるんですよ。島が好きな人が視聴者さんに多くて、僕ずっと兵庫なんで、まあ淡路島ありますけど、まあでも淡路島はやっぱ島って言ってもちょっとね違う感じなんで。仕事。あ、これが仕事なんで、まあもちろん他にも一応会社もやってて、全部そのリモートでできるやつをやりながらその動画を作るって見てもらうのが仕事なんで。そうですね。まあ今はもうこうやって島に行ってもねインターネットつながってるんで、まあインターネットがないとこだとちょっとできないからいけないですけど、もうメッセージとかだけでやり取りができるんで。いや今日夕日めちゃ綺麗でした。はい。そうですよね。だからドローンでちょっとこう回ったんですよ。だから目の前だけはやっぱ猿に見えるんです。で、この中にそうなんですか。それは知らんかった。これ。ほんまや。ほんまや。これも猿。ここもちょっと海を見てる。こっちが目で。この辺。確かに。見ればね、なんかいろいろあるんです。これはもうほんまそうですよね。ね、絵とかすごいよね。いやすごいです。いやなんかいろんな岩あるじゃないですか。僕いろんな島行ってなんかそのゴジラ岩とかいろいろありますけど、これほどなんかいやもう誰が見ても猿やん。それはすごいですね。でもこれも本当台風とか来たらちょっと変わってしまうかもしれないですよね。そうね。でも今のところ40年かもうずっとそのままやから。すごいです。いやー最高でしたね。いや美味しかったし、やっぱいろいろと話できたのが良かったです。やっぱ人が優しいっていうのはねすごい前から聞いてたんですけど、どのお店行っても僕から別に話しかけてないんですけど、なんかどっから来られたんですかから YouTube の話からすごい楽しみましたね。しかしこのところ長崎の島とか旅してますけど、それなりに再生されてるはずやのにな、誰にも気づかれないですね。ここにいますよ、僕ここにいるんですよ。悔しい。もっと有名にならなあかんな。いやまあこっそり撮れた方がいいですけどね、誰も知らない。
かしいな。毎月100万再生とかされてるんやけどな。どこにいるんやろ僕の視聴者さん。いや本当に楽しかった。もうほとんどの店がもう閉まってる感じですね。9時半とかですけど、スナックとか行ってもいいんですけどね。歩いてて良さげな店合いそうやったら入るけど、入らんかったら明日に備えますかね。いやこの街の感じもなんかマジいいっすね。やっぱ昨日ね海がしけてたんで、その影響で居酒屋が結構早めに閉めるって感じなんですよね。食材がないから。で明日泊まる予定の網本さん、明日網本さんに泊まるんですって言ったら、いやそこいいっすよみたいな感じで言ってくれるんで楽しみっすね。こんなところにもトイレがあるの助かるな。このふれあい通りの先に神社みたいなのもあるな。でさっきのカオルっていう居酒屋も2代目でもう71年やったかな、やってるって言って、長い店が多いですね。すごいことです。バーグルーヴ 4.7 よ。ここも評価高いぞ。5時までやってるよ。息の夜の遊びバーって書いてるな。ビリヤードも楽しい。ちょっと若者の店っぽい。こんなところに神社もあります。なんかいろいろディープっぽいな。内側にも歩いてみたいけど、ホテルの方向に向かってちょっと歩いてみよう。もう営業中。スナックコイコーヒー飲んで歌って楽しい。僕でもね今日声枯れてるんでね、スナックも無理ゲーやな。4.3 ですよ。ここも評判いい。でここの寿司屋も評判いいですね。閉まってますけどいろいろ行きたいところ多いな。この辺もスナック多いな。夢いいっすね。スナックバルー、こんなお店もあるんですね。都会やな。呼び込みまでいました。適度に都会でもめっちゃ島みたいな、そんな感じです。どっちも楽しめるみたいな感じやな。スナック多い。ここもスナック。どこ選んでいいか分からない。シルクロードスナック。ゴリラ閉まってます。いや開いてるわ。音してるわ。ディープやな。映せないけど星も綺麗です。満月近いのよ。結構星見える。今日は結構風も吹いてないんで、明日の料理楽しみやな。明日はいいんじゃないの。今日とか明日は釣りに行けてるはず。やばい、早く戻って大浴場入ろうかな。10時までじゃなかったっけ。9時44分や今。寒い。今回ね飲み歩きの拠点に泊まるアイランドホテルイキですね。2号館ですけども、こんな感じですね。もう寝るだけにしては結構広々としたね部屋で、和室感もあって、和室感っていうか和室ですね。和室が洋室みたいなベッドになってていいっすね。旅館の良さとなんか普通のホテルの良さを両方味わえるみたいな感じですね。そしてお茶もありますね。湯飲みとお茶もあって、ケトルとか、これポットにはお湯が入ってますね。テレビがあって Wi-Fi もあります。そして館内着、もありまして、広々としたスペースがあって、ここで晩酌したりできますね。で冷蔵庫も置かれてあって、大きめの鏡があって、そしてここを開けるとこのビューです。これが見えます。最高ですね。で11時までね大浴場が使えまして、この後使いたいと思いますけど、ここも開けとくか。これはクローゼットみたいになってますね。一応このユニットバスタイプのトイレとシャワーも浴びれるようになってるんで、朝はシャワー浴びてくださいと、朝はお風呂やってませんということですね。朝から美しいですね。はい、おはようございます。今9時ですね。ちょっと Google のナビが役に立たないんで、車のねナビを使っております。車のナビあってよかった。で今からですね、辰ノ島遊覧船っていうとこ行きたいなと思っておりまして、もうここから一番北まで行きます。ナビの時間で言っても27分ぐらいで行けるみたいです。 Google だと22分とかで行けるって言ってたんでめっちゃ近いですね。猿岩まで猿岩まで行くのも22分ぐらいだったんですけど、本当に1時間あれば一周できちゃうぐらいのイメージなんじゃないかなと思います。結構広そうにも感じるんですけど、意外と近いですね。ありがたいです。辰ノ島遊覧船っていうのがもうめちゃくちゃ絶景見えるみたいなんですよ。とてつもなく美しい海がね。で今日天気は今のところ雲がほとんどない快晴なんで、いい景色見れたらなと思います。島にも上陸できたりするんですけど、なんとですね今日鹿の駆除をするため臨時休業らしいです。臨時休業というか今日は上陸できないらしいんです。そんなことある？鹿の駆除とか。いやまあそれはそれね残念で、もしかしたら明日上陸だ
だけしに行くかもしれないですけど、今日は遊覧船乗ってその絶景をこの目で見たいなと思います。昨日結構食べちゃったんで朝食は今日はなしで、途中であればなと思うんですけど、ちょっと時間がないですね。海の家カフェみたいなのがあって、そこをなんか Wi-Fi も使えそうなんで行きたかったんですけど、すいません、また思ったよりも遅く出ちゃいました。あと1時間早くできてたらもしかしたらいけてたかもしれないですね。というわけで行ってきます。さあ天気がいいのでドライブするだけでも気持ちがいいですね。島のね端から端まで行ってるような感覚ですが、約20分で行くことができるので、本当に壱岐島は旅がしやすいですね。コンパクトで素晴らしい島です。さあそれではあっという間に辰ノ島遊覧船のスポットまでやってまいりました。楽しみですね。それでは辰ノ島遊覧船、多分ここで合ってると思うんですけどね。切符売り場って書いてる。昨日ほとんど人いないって聞いたけど、いますね。結構な人数いるじゃないですか。これを確認と、今回はこの1番だけしかできないということですね。あれで行くみたいですね。ありがとうございます。あ、チケット一番いいところを教えてもらいました。楽しみです。今日は上陸はできませんが楽しみたいと思います。明日ね、もしかしたらちょっと行くかもしれないですけど、ちょっとこれ時間の兼ね合いで、うまく回れそうだったら明日も行きたいと思います。いよいよスタートですね。本日は風本漁協遊覧船セメナンの息をご利用いただき誠にありがとうございます。今時間は10時3分ですね。進行方向の正面の島がルララ島です。この島は無人島です。戦時中の昭和17年頃に建造された15センチほどの大砲が3基置かれ、当時は参謀者と呼ばれていたそうです。正直右手の島は分かりやすく海水浴場作戦に選ばれています。辰ノ島海水浴場です。海上の浜では遠浅の白い砂浜で美しく、ここから海の色が変わります。これは美しい。船着き場から透明な海を眺めながら島の中央に向かうと、キラキラと輝く砂浜が開け、一体としか味わうことができない神秘の楽園です。足がすくむ弾丸差しこれは美しいな。島の景色も変わり、サガンとレイガンが織りなす壱岐の土台石勝本島です。突き出したクレープ状の岩は横から見るとひげを生やした狼に見えるところから狼岩と呼ばれています。どれやどれやどれです。あ、狼よ。これから海の宮殿とこれが呼ばれている狼よと言われる柱状の岩がですね。見えてきます。その下の透き通った海水は手を伸ばしたくなるほどの美しさです。美しい。透明度半端ないな。これは一生に一度は見ておいた方がいい、そんな景色ですね。また美しい島が半端ないな。
この場所は油目セルです。ここは満潮の時にしか通り抜けできません。左手のおーすごい。マンモス岩と呼ばれています。大陸を目指し海を渡ろうとして岩になったマンモスに見えるところからこのように呼ばれるようになりました。これより船は対馬海峡に出ます。右手方向の約80キロ先が福岡県です。おお、すごい。潮が浮いてる。サザエは小ぶり漁が盛んに行われています。前方に山谷が見えてきます。浸食でできた絶壁は奥まであれがジャガ谷です。奥の方まで続いて。あの間。すごい。間見えてます。隙間が見えてる。ジャガ谷。出てきたジャガ谷。本線はまもなく勝間の方に入港です。本日のご乗船さあ終わりましたね。結構あっという間でしたね。時間にして30分ぐらいですね。はい、先ほどね遊覧船からすぐ近く勝本城跡っていうところに来ましたね。豊臣秀吉が朝鮮出兵の際に築城した城で国の史跡に指定されていますと。壱岐島の最北端に位置する城山に松浦重信が中心となり、有馬晴信、大村義明、後藤澄治などの領主の協力によって4ヶ月の月日で1590年に完成し、そんな最短で作れるんや。朝鮮半島にわたる兵士の食料や武器などの補給を行う基地の役割を果たしたということですね。で今の位置がここで、ちょっと上に行くと見えるみたいですね。ちょっと行ってみましょうか。4ヶ月で経ったらすごいな。おおすごい。なんか手つかず感もあるし、城はこうちょっと高台に建てられるんですね。攻められないように。このような鳥居が連続してありますね。ここに展望台みたいなのもある。港が見渡せますね。さっき言った辰野島も見えてるような感じですね。海が美しい。そうですね、書いてますね。辰野島がそこですね。そこの横の大きいのが若宮島ですね。でその横は名取島で、この横が串山半島。桜も咲き始めてる。ここになんかちょっとやっぱ城の跡のような感じですね。城があったんだな。しかも4ヶ月でこういう石を積み上げるってすごいな。相当急ピッチで作れみたいな感じになったんでしょうね。ここも素晴らしい。こんなところに普通に野菜育ててるよ。お城の
横ですごいいい土や。これ鉛筆みたいな、福江島にあった長い鉛筆みたいな。はい、近くの駐車場に止めて、この辺ではねやっぱウニが有名なんですね。ウニ丼とは書いてますけど、ちょっと今食べれるんかどうかわかんないですけどね、まだ解禁になってないっていうことなんで。にゃんこいるじゃないですか。生きにゃんこ、生きにゃんこ、逃げる。足が悪そうやな。お、またにゃんこいる。にゃんこ多いな。いや、ここ歩いてるだけでも気持ちいい。なんか埋め立ててるな、めっちゃ。なんかめっちゃ埋め立ててますけど、なんかディープな感じの店がありそうで、この辺にどうなってもなんか良さそうですね。そうですね、ここ行きたいと思います。喫煙可能店ですけど、はい、無念ですね。ウニがないとしたらどれがおすすめですかね。海鮮丼とかだったら種類が多いので結構人気です。本当ですか。じゃあ海鮮丼にします。はい。これお店の名前は何て言うんですか。丼や入り船です。入り船ですね。ありがとうございます。これ何が入ってるんですか。ブリ。はい。ブリの腹べつ泥みたいな、ブリ泥みたいな。これが、横はマグロの子、はい、で甘エビとタコとタイ、サーモンとイカ、これヒラス、ヒラスね。でこれカツオのたたき、ありがとうございます。はい。イカの丼っていうかもう刺身や。イカめちゃくちゃうまいですね。俺と同じ音楽が今テレビで流れてるで。いやー美味しかったですね。なんかウニ丼がなかったからもう最悪だと思ってたけど、全然ウニなかってもクオリティめちゃくちゃ高かった。一つ一つのね具材魚がね美味しくて、いや全然ウニの時期じゃなくても満足ですよ。大満足や。いやいいっすね。逆にこのウニのシーズンとかだったらお客さんとかめっちゃ多いかもしれないんで、今の時期のこの少ない時期に来て海鮮丼みたいなの楽しむのもいいかもしれないですね。イカがめちゃうまかったな。呼子級やな。呼子近いっすもんね。でもあそこ生ウニ丼定食って書いてるの食べれるんかな。ほんまにはしごする。まだ11時台ですけどね。綿積みっていうとこですね。ここ食べれるんかな。なんかちょっと評価が悪かった。ちょっとだけ散策してみましょうかね。しかし天気いいな。最高や。ウニ丼とか書いてるけど今はシーズンじゃないとかどういうことやねんって感じですけど、でも美味しいっす。もう海鮮自体が美味しい。ここちょっと歩いてみようか。なんか商店街みたいになってる。ここは殿っていう食事どころ。プレミアムアジフライ。アジフライうまそうやな。殿、ここも評価高いですね。酒造をリノベーションした食事どころ。生き牛カレー、アジフライとか。うわここも良さそうですね。アジフライとにかく分厚いとか。プレミアムアジフライ定食。今まで食べてきたアジフライ何だったかでぐらい美味しかったですって。食べたいな。明日もでもこっ来るからな。明日食べようかな。うまそうやけどな。プレミアムアジフライカレーとか単品でないんかな。プレミアムアジフライ定食じゃなくて、ちょっと後で考え、ちょっと歩いてお腹空かせてからに考えよう。朝ごはん食べてないからな。十分ありですね。なんか市場みたいになってるよ。勝本朝市ふれあいとこ。朝市やってるんですね。もう終わってるんかな。朝じゃないし。なんか呼子みたいなイメージやな。似てるな。ここにもプレミアムアジフライ定食。もともとここにあったんですね。多分移転したんやな。だからGoogle マップはここになってますね。さっきの店。シーフードセット。いやなんか本当に呼子に似てる。
島じゃないみたい。いろんな表情を見せてくれますね、息って半額じゃ買おうかな。この辺ぐらいまでかな。でもこの子歩いてるだけでもマジ気持ちいいな。あとはちょっとプレミアムアジフライだけやな。さっきの丼は朝食ということにしますかね。ちょっと立て続けにねご飯食べるのもまだお腹空いたように、ちょっと近くにある景勝地、ここだけ見に行こうかな。壱岐の土砂石みたいなのがあって、これちょっと見てみたいんで、これ見てからまだ戻ってこようかな。すぐ近くなんで。近くにはイルカパークとかもありますね。イルカパークはちょっと行ってたら時間かかるんで。壱岐の土台石というところにやってまいりました。壱岐の土台石は2500万年以上も前にできたと言われている壱岐では一番古い地層です。4500万年以上も前、壱岐の島だけでなく日本中が海底にあり、その海底に積もった地層が地殻変動で隆起してできたものです。長さが4キロから6キロメートル、高さは50メートルもあります。上の土台石にくっついている植物は国指定の天然記念物のハイビャクシンです。こんな貴重な景色がね、あっさりと見えちゃうんですね。でも僕一人以外誰もいません。さあそれではね、近場でまだまだ見ていきたいと思います。いろいろありそうですよ。全部は見切れないですけど厳選してみたいと思います。この辺に聖母像、ここか。ちょっと車止めれるところじゃないんでちょっと行けないんですけど、こういうなんか神社みたいなところも近くにありました。それにしてもね、この辺走ってるだけでも本当に気持ちいいですよ。イカ釣り船とかはね結構ありますね。なんかそれがやっぱりすごい景色良くていいですね。のんびりした感じがあっていい。ここにねイカ釣り船があります。いろいろ見てたらお腹が空いてきましたので2軒目行っちゃいたいと思います。朝ごはんのね海鮮丼から約1時間が過ぎまして、お昼ご飯アジフライいただきたいと思います。定食のご飯をもうなくしてもらおうかな。はい、行ってみたいと思います。これもでかいな、半端ないな。これはすごい。うまっ。何これ、うまっ。僕ね、福岡の動画でアジフライセンター行きましたけど、それを超えてますね。やばい。あそこも美味しかったけど、梅沢富美男さん声似てますか？いや、なんかこう感じも本当っすか？そんな大御所言われたことないですね。そのレベルの人は言われたことないです。味もなかなか手に入らなかったみたいですよ。最近手に入ったと。運が良かった。で、僕の声がいいと。風格も梅沢富美男さんに似てると。似てるかな。恐縮すぎるけど。なんと上も見れるみたいですね。ああ、こんな感じ。もともと酒蔵やったから、立派な神棚もある。ここで寝転ぶのも気持ちいいですね。いやー、美味しかったですね。しかも人柄もめっちゃ良くて、アジフライも本当美味しかったな。福岡でね、アジフライセンター市長さんにも行ってくれって言われて、確かにあそこも美味しかったですけど、正直僕ここの方が上でした。アジフライのうまさも。でもなかなかやっぱ手に入らないみたいでね、たまたま昨日晴れてようやく入ってきたと。ウニがなくてもアジがある。
味がなかったウニがあるかもしれません。なんせ全部うまいな、飯が。やばいぞこの生島、住みたい。それではね、ちょっと体も冷えたんで、なんか温泉もあるみたいなんですよね、壱岐って。でここから多分15分ぐらいで行けそうなんで、そこ行って貸し切り温泉、なんと家族風呂なんか700円ぐらいで入れるみたいな。半端ないっすね。温泉楽しみたいと思います。大人なのでね、ゆったりと。温泉もね、たった10分で行けちゃうなんて奇跡的にコンパクトですね。最高の島じゃないですか。楽しみすぎます。通常の15倍のね、効果があるらしいですよ。15分で着くとかやったけど7分で着きました。ここですね、山口温泉とか書いてます。その横に健やか温泉ってあります。うわー、すごいな、生き字ポテンシャルやばい。うわ、いいな、あれか、めっちゃええやん。いやー、すごいですね。700円でなんと2時間もいていいとやりました。普通45分とか、ね、30分とかそういう感じなのに、あれ3番って言ったっけ。靴あるけど、ちょっと待って、もう一回聞こう。3番だったっけ。ほとんどしか聞こないですね。2番に入ってくるって言われたけど、3番って感じがしますね。誰か入ってるところが入るところやった。こういう感じなんや。わあ、めっちゃいいやん。超貸し切り。これ2時間ゆっくり入る。まあ2時間もいないですけどね、秒単位で動いてるんで。タオルとかないんで、タオルとか持ってきてた方がいいですね。ちょっとぬるめな感じです。気持ちいいね。紛れもなく温泉。これはいいよ。これ2時間で700円か、貸し切りで。やばいですね。一部屋だと思うんですけどね、一人じゃないと思う。すげえ暑すぎないですね。多分38度ぐらいじゃないかな。この2時間でも十分ゆっくり入れますね。ちょっと塩分を含む感じですね。だから有馬温泉から近いね。有馬温泉の泉質ってなんかもうあそこしかないと思ってたけど、この壱岐にもあるじゃないですか。やばいですね。いや、ほんとやばいですね。壱岐ってイカとかはなんか僕がね、呼子行きましたけど、あれぐらいのクオリティのうまさあるし、アジフライも福岡の旅のうまさあるし、絶景もあるでしょ。与那国とかそういうところで見たような絶景もあるし、温泉は有馬温泉みたいな泉質で、おい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 みたいな。離島だけどそこまで不便を感じなかったしな。で、結構コンパクトに全部1時間がかからずにね、20分とかで全部回れるし、いやー、やばいっすね。旅しなくなったらここに住んでもいいぐらいのレベルですね。仕事とかみんなどういう感じでね、やってるのかわかんないですけど、うわ、めっちゃいいよこれ。泉質めっちゃいいわ。でも肌に効いてる、なんかすげえ。これいやー、最高だわ。息やばいな。で、この後ね、ただただね、絶景回ってグルメ回っただけでもちょっと、まあそれもいいんですけど、それでも全然いいんですけど、まあちょっと違う切り口にしたいなと思って、今日の夜は旅館でゆっくり過ごすっていうプランにしたいと思ってます。で、明日辰野島上陸、するか、ちょっと別のまだ行ってない地域とかもう行こうと思うんですけど、それも全然立ちの海じゃないな辰野島寄ってから寄ってもまだ時間あると思うんですよね。飛行機が、16時40分なんで、車16時ぐらい返せばいいんで、まあ割となんか2泊3日したら結構ゆっくり回れますね。なんかバタ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 と僕みたいな撮影してても割となんかのんびりとこんなゆっくり風呂入りながらやれるんでいいっすね。いや、気に入ったこの島。あったかいね、あったかいよ。
これで温度調節できたんですね。うわー、最高。めっちゃ暖かくなってきた。ここね Wi-Fi とか電波もねほとんどないんで、それだけは大丈夫です。ここで Wi-Fi とかあったら僕ずっとここで仕事してるわ。お風呂で仕事したいんですよね。防水のねパソコン出てほしいよ本当に。ずっと思ってるんですけど、なんで発売されるんだよ。そしたらもうお風呂でずっとね仕事する。はい、昨日立ち寄りたかった海カフェですね。目の前に車止めていいということで、はい、ここやってまいりました。 Wi-Fi 来てるのかな。ちょっと入ってみます。はい、モーリーチャンネルって言います。モーリー死ぬまでに行きたい長短い。はい、YouTube やってるみたいなんで、はい、移住して2年。はい、移住して2年です。すごいですね。でこの店をやられてるとやっぱ住みやすいみたいですよ。はい。もともとはどちらなんですか。もともと埼玉出身。あ、埼玉から来たんですか。埼玉から壱岐に行くってなかなかないんじゃないですか。そうなんです。選択肢。私壱岐っていう島があること自体知らなくて、縁もゆかりもありませんでした。なんで来たんですか。もともとこのパン屋が小麦の奴隷っていうフランスのパン屋。ホリエモンの。そうです。はい。ホリエモンが壱岐島いいぞって言って。マジっすか。そういう流れ。はい、私行ってきますって言って、来ました。マジっすか。フランチャイズに最初は加盟して、最近ちょっと抜けたっていう。ああ、それでこの。はい、海の駅カフェっていう名前で。なるほど。やってます。いやいや、もうこの動画に出た時点でお客さん増えるんで。はい。ありがとうございます。そう、じゃあホリエモンとのつながりがあるみたいな感じですか。あ、そうですね。ホリエモンのオンラインサロンに入って。ああ、そういうことか。なるほどなるほど。そっからそれで起業したんですね。ホリエモンの一言で壱岐に来たと。そうですね。もともと小麦の奴隷の雇われで店長やってて、今だけ。で、まあ売り上げが日本一だった。お、あそこが。調子乗って独立したら壱岐島で大受けしました。あ、マジですか。やっぱ難しいですか。やっぱ壱岐だと受け入れにくいみたいな。まず高いっていうところ。意外とパン屋もいっぱいあるし、本当に安いパン屋さんもいっぱいあるし、なんかやっぱりお米文化。あ、お米文化なんや。まあなんか求められてないなっていうのはちょっと思いながら。いやでもやっぱチャレンジしたってのはすごいっすよ。いやそんなんなかなかできないですよ。普通壱岐行ってこいって言って行きますみたいな。勢いで。いや素晴らしいですね。勢いで来ました。いや素晴らしい。いやこれ応援したい。でも評価めっちゃ高いじゃないですか。僕評価が高かったから来たんですよ。ありがとうございます。はい、もう評価高いとこしか行けないじゃないですか。やっぱ紹介する身なんで。でその評価も業者に書かしたみたいな感じだとやっぱ行きたくないから。みんな来てくれた人が書いてくれてて、まあ知り合いとかも多いんですけど、はいはい、まあそれでもねやっぱ知り合いが応援してくれるっていうのはそれはそういう一つの要素なんで。デザート的なんてあるんですか。デザート的というか。タピオカ。あ、いいですね。それオリジナルなんですか。オリジナル、はい、オリジナル。作ってはないんですけど、仕入れてるんですけど。はいはい。どれがおすすめですか。ラムネとかパステルマーブルとかビビットマーブルとかがやっぱ人気です。人気や。じゃあいちごミルクにしよう。なんかさっきね僕今話したんですけど、年言っていいんですか。大丈夫ですね。27で起業されて、でなんか先日誕生日やったらしいんですけど、欲しいものリストに入れてたものをね見ず知らずの人が全部買ってくれた。SNS 見て。壱岐のために頑張ってるっていうのを素晴らしい。したいっていう。素晴らしいですね。僕一応ね7万人チャンネル登録いるけどそういうことないですけどね。どういうことですかね。でもやっぱりなんか発信してると誰かには響いてくれる。いやそう本当それですよ。発信は絶対した方がいい。おお Wi-Fi もまあまあ早いです。こちらに住んでる方なんですか。駅の人間ですけど、はい。一遍外はああ、はいはいはい。学生終わってからみたいな。商売しての商売も
出身は、まあ、同じ兵庫県なんですけど神戸じゃないですけど今は神戸に住んでるって感じです。いや一応会社もやってるんですけどこれも仕事ですね。旅してそれを配信して、まあ、それがお金になってっていう感じですね。いやもう5年半やってるんですけど4年まではもう大赤字でしたね。ありますあります。旅行行くからお金使うじゃないですか。そう自費なんで。でも最近は自費で行く場合もありますしお願いされてお金をもらって行ったりとか、ようやくちょっと黒字化してきましたけど。何人ぐらい乗ってるの？今は7万人ですね。7万2000ぐらいですね。今になったら金になる？いやいやそういうわけじゃないですね。再生されたら再生数に応じたのでチャンネル登録多くても再生されなかったらお金にならないです。そうだからまあ面白い動画を作らないといけないですね。ありがたいことに僕はまあ今すごい再生されてるんで。ついてくれればなみんなで。そうっす。美味しい。ありがとうございます。モーリーチャンネルっていうんですけど見ますか YouTube とか。 YouTube 見る？はい、テレビで見てくださる方は結構多くてご年配の方も美味しい。温泉入った後やからうまいな。温泉とかあるのもいいっすね。そう温泉ね、あんまり島に温泉ってない。ないからな。ない、あ、じゃあここも結構いろいろ入れるとこがあるんですね。明日入ろうかな。どこがおすすめですか？ああ、ここか。ああ、イキリトリート。ああ、福江島とかにもありますね。同じ系列が。これ日帰りで入れるんですか？入れるけど3時以降でね。ああ。泊まり客優先ない。ああ、そりゃそうですよね。それではおすすめされたとこ行ってみましょう。楽しみですね。はい、先ほどねカフェで出会ったおじさんがですねここの温泉おすすめだから見てこいということでやってまいりました。駅帰り村上というところですね。すごい。僕が行くのが遅かったのかもう撮影不可でしたというわけで次のところ向かいます。それではね、気を取り直して壱岐では欠かせない景勝地また行きたいと思います。これもねコンパクトにすぐ行けるんでありがたいですね。巻崎公園にやってまいりました。ここの先にですね鬼の足跡というのがあるみたいなのでそれ見に行きたいと思います。うわすげえ、与那国島の北牧場みたいな広大な土地が広がってる大自然。半端ないな駅。この先にあるんですかね鬼の足跡。この後ね夕日を見に行きたいんでそのスポットに行くのにもう時間がそんなありません。鬼の早歩きで向かいたいと思います。ここかもしかして鬼の足跡。おお鬼の足跡や。来た鬼の足跡。これか噂の鬼の足跡です。すごい本当に足跡みたいになってる。素晴らしいですね。北牧場みたい。うわ絶景。おお魚じゃない鳥や。うわこんな大自然をサクッと味わえちゃう。半端ない息。すごい足がすくむ。これは絶景だわ。風が強いんでマジで風で飛ばされて落ちないように気をつけないといけない。
これはすごい。おお、いやー、散歩してる人もいるけど、こんなとこ散歩できるってめっちゃ贅沢やな。半端ない。これは北牧場やん。これはすごい。でも一番いい夕日のスポットはここじゃなく、ここから反対側の場所に行きます。面白いですね。ここはゴルフ練習場ではありません。ここでゴルフ練習する人いるんですか。どんだけ贅沢やねん。それではね、先ほどカフェの方が夕日を見るんだったらここ絶対におすすめのスポットですよという地元民おすすめのとっておきのスポットに行きたいと思います。ここは結構行くの難しいんですけど、なんとかたどり着きました。地元民はおすすめのとっておきの夕日スポットやみたいな。でも今日はちょっと雲が増えてきましたね。昨日見ておいてよかったな。いや、ここはここで本当絶景スポットですね。車が走ったような跡もあるし、なんかいろいろ番号札が立てられてるけど、これ何の番号札なんやろ。もう確かにいいスポットですね。息は本当になんかちょっと15分とか20分車走らせると、もうなんか誰もいないようなこういう絶景スポットにたどり着けるっていうのはすごい魅力的ですね。普通だと1時間とか2時間とか走らせないとこういうスポットってないと思うんですけど、なんか奥の方まで行ってる人いますね。あんなとこまで行くの。うわ、でもすごいな。ちゃんとこんなところまでトイレが結構ね。そうそう、トイレもあらゆるスポットにちゃんと完備されてて、それもありがたいですよね。やっぱ年齢が上がれば上がるほどね、こうこまめにトイレとか行ったりとかすると思うんで安心する。絶景。夕日がこれで見れたら確かにすごかっただろうな。雲増えてきたな。明日はもしかしたらちょっと天気悪くなるかもな。でもこの2日間は本当に最高でした。すごいですね。まだまだ先がある感じ。ここら辺が小松崎公園ということで、それでナビでこの小松崎公園というところを指すと船で行かせようとするらしくて、その手前の公衆トイレを目印にして車で走らせるといいみたいです。あとは僕がタイムラプス撮ってるんで、それを頼りに行ってもらえれば。こんなところにまでこういう鳥居とかがあるんですね。でこれもね、実はなんでこんなに鳥居とか神社系が多いかと、明日も見に行こうと思うんですけど、なんで多いかというと、なんかこの壱岐とか松島もそうなんですけど、国境の島じゃないですか。なので当時ね、蒙古、そのモンゴル系だったり中国系だったりとかから、日本を守らないといけなかったと。そしたらここを拠点として戦いが行われるわけですから、強化しないといけなくて、各その本土の武将さんの長男とかはそこにいないといけないですけど、次男とか三男を、ここ送り込んだみたいなんですよ、優秀な人をね。でその時にもう二度と会えなくなるかもしれないからって言って、ああいう願掛けみたいな感じでこれを持っていけみたいな感じで、それをその神社にしたみたいな、ちょっとだいぶはしょってますけど、そういう説もあるみたいです。今でもね、ここをやっぱり過疎化させてしまっては日本としても土地を奪われてしまう可能性があるんで、ちゃんとここで経済活動とか行われるようにって言って、ここで起業した人とかに対しての補助金だったりとかも結構手厚いらしいですよ。確かにそうですよね。日本側の立場に立ってみると、こうやって今韓国と向かい合わせになってるこの島がどんどんされていったら、もううちで方で買い取るよみたいな感じになっては困るということですね。そういう意味でもかなり貴重な島なんですね、壱岐とか対馬っていうのは。この矢印は何なんやろ。何を表してるんやろ。あの人が引いてるな、そういえば。これ真っ暗になったらでも怖いな。何の矢印なのこれ。この方向に歩いていけみたいな。誰かのズボンが落ちてる。ここでズボンを脱ぎ捨てたやつがおるんか。変態じゃないですか。おお、これはなんだ。おお、これもすごい絶景やん。荒々しいな。おお、いや素晴らしい。ゴースト・オブ・ツシマの世界観やん。こんなんちょろっとしかやったことないけど、やりてえな。旅先に持っていけたらええのにな。それではね、料理が美味しいとね評判の楽しみにしてた旅館に向かいたいと思います。どんな料理が待っているのかワクワクが止まりません。ただでさえレベル高いですからね、壱岐は。
はい、壱岐2日目の夜はですね、飲み歩きせずにですね、ちょっとこう旅館で美味しいものを食べて過ごすというね、過ごし方をしたいと思います。これはまた大人の穴場旅行だと思いますし、僕もなんか宿をいろいろ調べてて、今日宿泊させていただく網本さんっていうところがね、めちゃくちゃ料理が美味しいみたいな評判があった。コスパがいいと。なのでここを泊まってみようと。でこれ地元の方に聞いてもすごい評判いいですね。あそこは美味しいみたいな感じで言ってるんで、めっちゃ楽しみです。で目の前がこう海になっててめっちゃいいですね。お客さんもめっちゃ多いな。満席っぽい気がする。僕の名前も書いてくださってます。小学校の方も来てるんや。はい、それでは今日は302号室ですね。乗らせていただきます。はい、こんな感じで入っていきまして、入った瞬間におしゃれな洗面台がある感じになります。はい、その下にアメニティ類とかドライヤーも置かれてますね。はい、そして部屋入っていきましょう。楽しみです。おー、めっちゃ広い。はい、こちらが和室になっております。かなり広々した和室になっておりますね。そしてここにちょっとこれで寝れるかな、どういう感じでこれを使おうかなってちょっと考えますけど、なんとここにテレビがこんなところにあるんですね。なかなか面白いレイアウト。ここを座ってテレビ眺めることができるんですね。そしてこの辺にリモコン類置かれてまして、懐かしい感じの部分もいいですね。でも清潔感あって、ケトルとかお茶とか壱岐の手焼きせんべいってありますね。はい、そしてその下に冷蔵庫ありまして、こちら側がベッドになってまして、いいですね。全体をこう眺めるとかなり広々してます。そしてここ今ねカーテン閉まってますけど、おそらくここ開けますと、来た。いや俺しか見えんや今ね。ちょっと電気消そう。そんなの見たいんじゃないですよね。これでいけるか。もっと消さんか。こっちも消さんか。これでいけるか。これです。ビーチビュー。ビーチっていう言い方していいんかこれ。漁港が見えます。そしてここ開けれるじゃないですか。いた。なんとここちょっとこれもう一回電気つけよう。もう一回やり直し。つけたり消したりしないといけない。これが YouTuber の定めですね。はい、ここから出ていくと、なんとここでもゆったりと、ちょっと風で倒れちゃってますけど、ここでゆったりと座りながら漁港を眺めることができる。で普通のビーチとは違って、なんか船がキシキシとこう揺れる音っていうのが、これはまたいいですね。いいなここ。夜歩いてみたいぐらいな。そして浴衣とかもありますね。はい、ここにクローゼットありました。でこちらトイレになっております。清潔ですね。はい、今日料理をねいただく部屋はこちらになります。ちょっと撮影をするのでね、個室を用意していただきました。ありがたいですね。いやー、料理もね本当に美味しそうですね。そして刺身がやってまいりました。目の前の漁港から直接魚を入れたものなんで、もう新鮮中の新鮮そのものの刺身をいただくことができます。もう色が違いますよね。もう色からめちゃくちゃ美味しそう。ここめっちゃ説明いろいろ受けてたんですけど、マイクに音声入っておりませんでした。想像でお願いします。はい、それではね、お料理に定評のあるアミョンさんの食事めちゃくちゃうまそうです。そしてお酒もねそんな高くないです。普通の居酒屋ぐらいの値段でめちゃくちゃありがたいですね。でもう刺身なんかはね、もう今日の夕方取ってきたばっかりの魚ということで、そんなんあります。朝取ったとかはねありますけど、そこがねやっぱ漁港になってるんで、もう取ったばっかり、まさに自分のね、例えば父親が漁師やってて、今日釣ってきたぞみたいな感覚で食べれるってことですよね。こんな贅沢あるんすか。やばいっすね。じゃあとりあえずビールからいただきます。いただきます。運転なんでねずっと我慢してたんで。うまいっていうか、これでしょうなのめっちゃ多いけど、
それではちょっと一つずついただきましょう。まずもずくっすね。もずく、あ、すごいまろやか。なんかもずく酢って言うとちょっとこう酸っぱいのね意識すると思うんですけど、酸っぱさももちろんあるんですけど、すごいまろやかになってる。うまい。この豆腐うまそう。これも味わい深い。素晴らしいですね。一つ一つはやっぱ丁寧に作られてるのを感じますね。いや本当になんか福江島とかもそうですけど、こんなご飯が美味しい島っていうこと知られてないですよね。知ってました？いや通な人は知ってると思うんですけど、僕は知らなかったですよ。福江島行った時もびっくりしたし、こんな料理美味しいんやみたいな。なんか島って言ったらご飯はそんなに美味しくないみたいなイメージがあったんですよ。なんか島の雰囲気は味わってて食べるから美味しいんでしょみたいな。全然違います。マジでうまい。北海道とかご飯美味しい、何食べても美味しいっていうと、それに近いかもしれない。だって福岡と一緒っすからね、取ってる。いやむしろ福岡より近いわけですからね。だから呼子のイカとかもめっちゃ美味しいって言ってるけど、同じイカですからね、こっちで取ってるの。それでまだ有名じゃないから値段もリーズナブルで最強っていうことです。じゃあ生き牛初めてや、そういえば。生きといえばね、ウニで、ウニね、僕ちょっと早く来すぎて食べれてない、何やってんねんって感じなんですけど、いやみたいな。ウニなくても全然楽しめますから、逆にそれこそ穴場なんじゃんみたいな。穴場見つけちゃったみたいな。みんなねウニばっかり目指してね、ウニが食べれる時に行くけどみたいな。なくてもこんな楽しめるんですよ。そら悔しいですよ、ウニ食べるの。でも大丈夫、全然なくてもむしろ空いてていいかもしれない。最高。いや生き牛うま。トマト生きのそして取れたてサワラの寿司。最高ですね。じゃあいただきます。サワラの炙りだったかな。めちゃくちゃ甘くて濃厚で新鮮さが伝わってきてる。うまいなあ。これやっぱここでしか出せないな、この味は。合うな。じゃあ味いただきます。でも、アジフライも美味しかったけど、刺身もうまっ。全部コリコリやな。歯応えがやばい。アワビ。これは都会の人知らんやろな、このうまさ。いやほんとこれは知ってほしいよ。これを食べずに死ぬのは本当にもったいない。凄まじいうまさ。焼きごまお待ちいたしました。すみません。いいですか、ごめんなさい、失礼します。エビ新庄蒸し。はい、青さのあんがかかっております。サワラの包み焼きですね。これ何でしたっけ？何の？サワラです。サワラですね。はい、サワラと季節の野菜の包み焼きですね。いかがですか？いや、美味しいっすね。いや、これ本当都会の人が知らないだろうなと思いますよ。もう関東のお客さんなんかもすごくサワラびっくりされる。いや、感動ですよ、これは。ね、いや、僕はもう旅いろいろしてるから。そうですよ。それでも美味しいと思うんで、都会でそういうとこ行ったことない人が食べたら全然違いますよ。よかったです。ありがとうございます。美味しいです。はい。歯ごたえとかね、深みが全然違いますよ。やっぱ鮮度がいいので。サワラの蒸し焼き。うわ、うまっ。
いやなんかもうすごい味が染み込んでて、その味も濃すぎずでもしっかりと旨味を感じられる味噌っぽい感じなのかな。何の味付けなの？すごい濃厚でクリーミーな味噌っぽい。でもバターとかもなんか入ってるような気がするな。美味しくないわけがないエキスが入り込んでます。そして茶碗蒸し。これも青さの風味が効いてて、濃厚で具もゴロゴロ。これはうまい。卵もうまいな。卵も生きなんかな。うわ、この生き牛はうまそう。さあ生き牛焼いていきましょう。まずは野菜から。じゃあいきます。生き牛。もういっちゃっていいかな。ちょっといっちゃいますか。ミディアムレアみたいな感じでいっちゃいますか。もうちょっとか。じゃあいきます。そろそろいきましょう。うまそう。いただきます。柔らかくてうまい。人間が美味しいと思う要素を全部取り入れてる気がする。いやほんと五島牛と生き牛はちょっと肉の中でも群を抜いてるんじゃないかな。よし、次は塩でいただいてみます。生き塩、生きの塩でいただきます。肉の歯磨きを美しくされてうますぎる。天ぷらですね。鷹の目って言ったところ初めて聞く名前ですね。ナスとかもうまそう。全部うまそう。旬のやついただいてみます。これ初めて食べる僕。何これ、なんて表現したらいいんやろ。絶品ですね。近いものがない。確かに野菜というかそっち系なんですけど、菜の花でもないしブロッコリーでもないし、いや本当に絶妙な味ですね。苦味でもないですけど、これ表現しづらいな。なんて表現したらいいの。これ食レポうまいしやったらどう表現するんやろ。茎のしっかりした歯ごたえはあってちょっと大人な味ですね。食感もしっかりしてます。でそこになんか旨味があるって感じですね。全部うまいわ。ほんと高評価なんかわかる。もう店員さんの対応とかいいっすね。前向きにさせてくれる対応というかね。なんとこのタイミングでアワビが来た。これはうまそう。はい。今から踊り始めます。動きが止まりましたら周りにちょっと隙間できてますので、そこから箸を入れていただくと芋と一緒にコロッときれいに取れますので。わかりました。丸かじりをおすすめしてますが、カットもできますので。わかりました。はい。おお、この動きがもうすごい。もううまいのがもう確実確定 100% 美味しいのは間違いない。そんなビジュアルですね。うわー、これは贅沢すぎるやろほんまに。絵力が強すぎる。これは至高の一品になりそうです。そろそろ焼き上がってきましたかね。美味しそうです。動きが止まったんでもう食べていいのかな。丸かぶりをおすすめで。よし、丸かぶりするか。そのままいっか。やらかしそうな気がするんでね。このままいける。ここに行こう。いただきます。はい、じゃあ丸かぶりします。うまっ。肝うまっ。すごい肝が溢れてるな。こんな贅沢な食べ方したことないわ。やばいっすね。はい、それではそばいただきます。あ、とろろもうまいな。
そばの食感もなんか細麺でコシが適度にあって、つゆもうまくて全部うまい。やばいなこれ。ただでさえレベルが高い壱岐の料理の中でもかなり上品みたいな感じっすね。いただきます。あ、うまい。ブリカンうまい。順番がある。いただきます。シャーベット。いちごまんま。おはようございます。昨日はね、相本さんの食事で大満足で寝たんですけども、朝食も素晴らしいラインナップになっております。それもすごい。アジのみりん干しですね。アジ。はい。アジすごい今あれなんですか。ここ大きいアジが取れます。今が一番魚屋さんに出てるから今が美味しいのかな。昨日もアジフライを食べたんですけど。勝本の酒蔵で。ああ、そう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 。美味しかったです。美味しかった。あそこのアジはやっぱり仕入れがちょっと違うんでしょうね。身が厚いですもんね。じゃあごゆっくり召し上がってください。ご飯おかわりなさってくださいね。はい、ありがとうございます。本当に質素なお食事で。いや十分。じゃあごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。いや質素な朝食とかってね言ってますけど、めちゃめちゃ豪華やですよ。朝から名物もいただけますしね、最高ですね。写真も撮っとこう。忙しいんですよ、こうやってね。食べる前にいっぱい写真撮らないといけないってね。ただただ楽しんでるわけじゃないんですよ。まさに旅は自己同士ですね。気になりました。この T シャツ作りました。僕プロのね書道家の方に書いていただきました。いいでしょう。反響が大きければこれもね商品化したいと思うんですけど、普通に僕がただ着たくて作りました。最高っすね。納豆も壱岐のものなんですね。壱岐納豆ね。壱岐行きたいですね。じゃあいただきます。味のみりん干し。いやすごいわ。味をこんなに美味しいと思ったこと初めてかも。じゃあ豆腐いただきますか。いただきます。ジャンボ豆腐名物。何でもありますね本当。やばい跳ねた。すごい歯ごたえしっかりしてる。歯ごたえの素晴らしい豆腐。やっぱ壱岐ってその福岡とか佐賀とか、そういった部分の影響も受けてるんかなと思ってて、豆腐もそうですよね。佐賀も豆腐美味しいとこありますし、嬉野温泉とかね、なんかその流れ組んでんのかなと思って、ちょっと全然タイプの違う豆腐ですけどね。で味とかもそうだし深いっすね、やっぱつながりが。今日はね雨降ってるんですよね。いや良かったですね。昨日一昨日とも超快晴で、また絶景ポイントも結構取りましたし、でねやっぱ僕晴れ男だからで晴れの部分だけ映してて、実際行ったら雨の日も多いやんけみたいなねクレームも入るかもしれないじゃないですか。毛利さん加工しすぎでしょと。いや加工してるわけじゃないんですよ。本当に晴れてるんですよみたいな。だからこうやってね曇りだったりとか雨の日もあることで、リアルをお伝えできるからいいかなと思います。インスタグラムとかだったらねもうそんな雨の日を載せるなんてないと思うんですけど、いいとこだけ見せてもねやっぱり良くないと思うんですよ。夢を持たすことは大事ですけど、僕はちょっとやっぱリアルをお届けしたいですね。めっちゃ距離遠かったとか雨多いなとか風強いなとか、それでもトータルとして満足できるかどうかだと思うんですよ。今回も正直僕も今日この後何もせずに帰ってもめっちゃ満足ですもんすでに。でまだ見に行ってないスポットとかあるんで行きたいなとは思ってるんですけど、どうなんですか、やむんかな。天気予報すら見てなかった。天気予報を見てみると昼から曇りになりますね。だからこの午前中だけが雨降ってるっぽい感じです。さすがですね。この部屋におる間は、雨降っていただいて、ちょうど次の観光スポットに着くぐらいに、ちょっと止んでくれて、曇りの姿もねいいんじゃないかなと思います。今日はちょっと神社系見ようかなと思ってるんで、神
神社系は絶対晴れないといけないってことはないし、雨も似合ったりするんでね、それはいいかなと思います。昨日みたいなね、辰野島みたいなね絶景を見る場合はやっぱ晴れてた方がいいですけどね。いやよかったよかった、最高です。雨でもいいっす。いや本当ね、のんびり過ごせます。のんびり過ごせるのにちゃんとねお店とかも多いし、都会的なとこもあって、まあここの壱岐の人にね結構都会ですよねって言ったら、いやいやどこがやねんみたいな感じで言われますけど、僕はねいろいろ鳩間島だったりとかね、与論島だったりとか多良間島とかね、結構もう人口めっちゃ少ないみたいなとこも行ってるんで、まあ、そこと比べるとね、いやコンビニあるやん、スーパーあるやんみたいな、ゲオあるやんみたいな、もうそれだけ大都会素晴らしいです。離島初心者にとってもいいかもしれないですね。やっぱ離島初心者の方にいきなり多良間島とか、まあ、波照間島とか結構ハードル高いと僕は思ってるんで、この壱岐島だったらまあまあ普通の生活ができるんじゃないかなと思うんで、初心者の方にもおすすめですね。料理美味しいし、短時間でこう絶景行けるし、難易度高いところは何もないですね。まあちょっと若干行きづらい、壱岐だけにみたいな。でも福岡からフェリーも出てるし、飛行機も出てるし、長崎からも飛行機で行けるし、まあ、行けなくはないんですけど、まあ、直行便とかはないんでね、まあ、そういう意味では少しハードルは上がるかなと思うんですけど、福岡とか長崎の旅をそこも観光を楽しんでついでにこう行きに行くとかいいと思いますね。その長崎離島いいですよね。福江島もそうだし、上五島、壱岐、対馬みたいな感じでいろいろ合わせていくとまたこう幅が広がるんじゃないかなと思います。福岡とかね長崎はそれはそれで魅力的ですけど、次の一手みたいな感じでめっちゃいいと思いました。もう格闘家みたいなこの T シャツ着たね。何言ってみ、左利きあるある言いたい、なんやねん急にみたいな感じですけど、これ急須ですわ。急須ね、これお茶注ぐのに左利きやとこうしないといけないんですよ。めっちゃやりづらい。普通こうしたいですけどね、逆なんですよ。あるあるですね、左利きの方。まあこれはこの宿がダメとかそこじゃないですよ。もう急須全般全部そうなんで。はい、割烹旅館網本さんチェックアウトしました。いやほんと素晴らしい旅館でした。本当に飲み歩きやめてこの旅館で過ごすっていうのがどうなるかなと思ったんですけど、正解したね。めちゃくちゃゆっくりできたし、美味しい料理も食べれて、しかも Wi-Fi も早かったんで仕事もはかどっちゃいました。いやー素晴らしいですね。今日はねちょっと朝雨が降りまして、まあ、今からね雨は降らない予定なんですけど、絶景系はね大体撮ったと思うんで、あとはやっぱこの息を語る上で欠かせない神社系撮りに行きたいなと思ってます。この雰囲気もいいですね。で子供の声がすごい聞こえます。部活かなんかしてるんですかね。ほんといい感じです。というわけで行きたいと思います。全然話すことがのんびりしてしまった。いやー雨がね降ってきましたけども、次はね神社に行きたいと思います。壱岐といえばねやっぱ神社も欠かせません。雨でも似合う神社、ここで演出してくれるんですね。ということで行きます。これも10分で行きます。はい、内目湾というところに小島神社、小島神社、ちょっと読み方わかんないですけど、それがあって、よく小豆島とかにもねあると思うんですけど、その潮の満ち引きで行ける神社みたいなのなんですよ。で実際見てみましょう。こっから、ああなるほど、今は潮がまだ引いてるわけじゃないのであっちまで行けないと。これもうちょっとしたら行けるようになりそうですね。あそこに鳥居があって、あそこまで多分ね、今日、危な、これ滑る、めっちゃ滑るやん、危な、危ねえ。これ足元気をつけんとやばいな。そして海めっちゃ透明度高いな。ちょっと曇っててもこんな感じなんでね。うわあ、幻想的。もうなんか海藻がすごい打ち寄せられてる。これ踏んでええんかな。よいしょよいしょ。おお、すでになんかちょっとこう陸ができかけてますね。これがもうちょっと潮が引いてくるとあそこまで行けると。ああ確かにもう道が結構見えてますね。あそこまで行けると。うわあ幻想的ですね。素晴らしい。いやこうやって神社が多いのも素晴らしいですね。いろんな歴史があって、いや本当にねこの壱岐とか対馬とかっていうのは今でもねやっぱその国境の島として非常に重要な位置を占めてるというか、日本人が外の国からね必死に守ろうとしてる、そんなことが現れてて、まあいろいろとこう神社だったりとかそういうものも多いということですね。足元は滑りやすいって書いとった。最初に見ときゃよかった。責任を負いかねます。そりゃそうです。僕自身の責任です。それではね引き続き神社に行きたいと思うんですけども、こちらも壱岐の島では欠かせない、もう壱岐の島といえばこことも言えるような神社に行きたいと思います。ここもね車で10分で行けちゃうという場所になっております。
はい、小児公園、もう一つの呼び方は龍神崎園地っていうんですかね。結構いろいろあるんですね。展望台があったりとか、ちょっと今日雨なんで、ね、展望台見てもしょうがないかなとは思うんですけど、ちょっとだけ歩いてみようかな。雨降ってるからもうグルメと最後温泉入って帰りたいな。あの温泉めっちゃ良かったもんな。こっち展望台、ここ下降りれるんや。足滑らしそうやな。さっきからね、外人の方がめっちゃでかいバックパック背負って傘もささずにずっと多分この域を歩いて旅してるんですかね。ちょいちょい出会うんですよ。半端ないですね。松が美しい。すごい斜めになってる。倒れてこんのか急に。あそこにキャンプ場ありますね。バーベキューできるところがある。よしよし。おお、これもさっきの人全部降りたんか。半端ないな。おお、あんなところに神社があります。雨が止んだ。いや、ちょっと降ってるわ。こんな感じですね。いや、なんかちょっと空気の流れが変わりますね。こんなところに建てるとはまさにゲームの感じだな。ゴースト・オブ・ツシマとかな、こういう感じのとこ登っていくと神社があるみたいなね。おお、こういう感じ。すごいな、こんなところに。はあ、いやー、神様の島やな。龍田神神社。龍と蛇の神様。すごい。これは誰かが積み上げたんか、もともとこうやって積み上がったんかわからんすね。でそのとこにこんな鳥居とかあるってすごいな。人間もすごい神秘的っすね。ここは来とくべきっすね。素晴らしい。こんなとこ見たことないわ。神秘的。それでね、さすがにお腹が空いてきましたので、生き牛がたらふく食べれる焼肉屋さんに行きたいと思います。はい、やってまいりました。海鮮がね結構続きまして、昨日の夜にね生き牛食べましたけども、もっと生き牛食べたくなりましたんで、焼肉肉の梅島にやってまいりました。でさっきまで行列になってまして、名前を書いてちょっと待ってました。って言ってもあと1組ぐらいでしたけどね、待ってるの。待っときましょう。ここは地元の人にも人気店なんですかね。今日土曜日なんで結構地元の方も来てる気がします。なんか裏にも入り口があるって言われたんだけど、ここのことかな。ここから入れって言われた気がする。じゃあそれではノンアルコールビールですけどね、ビール気分でいただきます。僕はもうね、水でもビールとして飲めるんで。いや、それやったら水飲めよって話ですけどね。気持ちもちょっとボリューム多めですね。牛脂が滑る。牛脂がもうつかめへん。どういうこと？滑ってつかむ。普通に割り箸の方がいい。早速焼きましょう。何から焼こうかな。ロースからいっか。ロース。じゃあまず一つ生き牛ロースいただきます。カルビいってみましょう。今いっちゃいましょう。カルビいただきます。
油がうまいな。嫌な油じゃない。じゃあ次火で焼いていきますか。これが本命じゃないですか。ぼーっとしてて焼きすぎたかな。いただきます。ライス欲しくなるな。糖質制限してるんで。ちょっと牛タン頼むの忘れたんで、牛タンも食べたいと思います。生き牛の牛タンですね。焼き野菜も頼みました。これも生きのね野菜だと思うんで。お、やべ。ピーマンが飛びました。牛タンはそのままいただくスタイルですかね。ここはこのままいただきましょう。いただきます。レモンってもらえるのかな。ちょっと聞いてみよう。じゃあホルモン食べてみます。レモン汁。ありがとうございます。レモン汁ももらいました。最高っすね。息はなんか創作料理みたいなね、そういうのはあんまりないですけど、もう人と人の素材がやっぱうまいですね。魚介も人でいうとめっちゃ化粧して着飾ってみたいな感じの人はいないけど、めっちゃ素材が素晴らしいみたいな、もう性格も顔もこう何もしなくても美しいみたいな、そんな感じですね。わかります？全部余裕で食べれましたね。いやー美味しかったですね。ちょっとね焼肉臭ついちゃうんで、そのキルルックとかはね車に置いてきたんですけど、それでも体中にちょっと油が飛んだりしました。美味しい代償ですね。というわけでね、あと2時間ぐらいあるんですよ。2時間もないか、1時間40分ぐらいなんですけど、温泉入って帰りたいなと思います。昨日とは違う場所に行くか、もう昨日と同じ場所、安かったんでね入って帰りたいと思います。こんな至高の体験が雨でもできるということで、行きの旅、いやほんと最高でした。締めくくりたいなと思います。温泉で清めてから帰りたいと思います。そろそろ潮が引いたんじゃないかなということで、もう一回小島神社の方に行ってみたいと思います。また違った景色が見れるんじゃないでしょうかね。さあちょっとついでに潮がそろそろ引いたんじゃないかなとやってまいりました。おお、引いてるな。行けるようになってるやん。素晴らしい。うわ危ねえ、危ねえ、滑りよった。危な、危ない、腰言わしちゃった。危ねえよこれ、あんな危険すぎる。マジでこの丸い石とかこの辺に行かない方がいいですよ。この端っこの平らなとこ歩いた方がいいです。確実に滑る。おおすごいな、本当に歩ける。潮の満ち引きってすごいですね。もうあんだけ通れそうになかったのに、もう足をこう踏み入れられる。ちょっと危ねえ、足をやらかしちゃった。やばい、危ねえ、肉離れ起こしちゃった。危な、ダメっすね。もう年取ったら危ねえ。ギリギリ大丈夫やったけど、おおすごい、これは神秘的やな。立ち寄ってよかった。
危ねえ、ちょっと足痛いわ。マジでやばいわ。うわ、またこの天気が幻想的っすね。なんかちょっと多分快晴は快晴でいい景色ですけど、またこのなんか若干霧っぽい感じがいいっすね。これは素晴らしい。ここも一周することができるんですね。いや、これも神秘的っすよね。なんでこんな島が現れたんやろみたいな。いろんなことを考えさせてくれる場所ですね。でかいカラスがいるな。これは幻想的やな。怪我した人とか出てきてるんじゃん。こことかほんと滑りそう。うわ、引き潮とかのね時間帯とかはネットで調べると出てくるんでね、事前に調べておくといいと思います。はい、島に渡って反対側に回るとなんと神社の入り口が見えるというふうに書いてます。あそこかな。誰かが今上がろうとしてるけど、ちょっとマジでこれ滑りやすいんで気をつけないといけない。すごい、こんなところに入り口が。危ない。反対側に回ってよかった。危うくあそこだけ取って帰るとこでした。こんなとこにも作るんすか。半端ないな。ご利益は恋愛成就なんだったそうです。僕には必要ないですけどね、もはや。ハート岩がどっかにあるらしいですよ、1個。そんな見つけ出せるかな。マジか。これ登るんか。登山やん、ここに来て。人間の力半端ないな。こんな島にもこんな場所作っちゃうんすか。おお、危ねえ、滑る。やばい、温泉行きたかったのに。もうこれ温泉行く時間なくなるやん。ハートの岩見つからんな。なんか違うな。いや違うな。もう一回やるか。もうごちゃごちゃしてて何が正解か分からないなってしまった。違う。もう一回やり直します。ハートがあるみたいなこと言ってたけど、どこにあるんやろ。参道にって書いてるけど、そんな仕掛けまで長崎っぽいですね。長崎はなんか結構いろんなところにハートありましたけど、マジでこの手すり持っとかな。滑りそう。ちょっとこれ温泉無理やな。思ったよりここの取れ高が多かった。危ねえ、滑りちょっと。滑り止めがある靴がいる。よいしょ。こことかやばいやん。絶対滑りそうや。よしよし。皆さんご気をつけください。特に僕みたいな雨上がりとかやばいっすよ。よいしょ。これ反対側から行けるのかね。来たところで逆側から行こう。しかしこっち側から行けんな。行けるんかな。なんか滑りそうやな。やめておいた方が良さそうやな。元の方に戻ろう。
怪我したらシャレにならん。もうすでにヌルヌルやもんな。なんか僕より先に来た人が御朱印をもらいたかったみたいで、なんか電話してましたね。そしたら戻ってこいみたいな感じで言われてて、なかなかそれもシュールな感じでしたね。今日は雨やからお休みしてたんですかね。はい、それではね、温泉に向かう予定だったんですけど、このまま温泉行ったら多分10分ぐらいしか入れなくなるんで、それは危険だなと。それよりもね、焼肉食べてちょっとスイーツ食べたいなと思ってたんで、アイスクリームが食べれそうなところに今から向かいたいなと思います。こうやってね、予定を急遽変更するのも旅の醍醐味ですし、人生においても大事なことですね。人生においてもこう行くんやって決めてても、やっぱちょっと状況変わってきたりするじゃないですか。それでもやっぱこっちにしようっていう風に変更することは、ビジネスにおいても大事だし、いろんなことにおいても大事ですね。そんなことも教えてくれるんですね。壱岐の旅はまさに旅ということですね。では行ってきます。やっぱりね、焼肉を食べたらデザート食べたくなりますよね。最後にデザート食べていきたいと思います。なんかバナナのねお店があったんで行ってみたいと思います。さあ、なんか皮まで食べられる国産バナナジュース店って書いてますね。めっちゃ綺麗。バナナオアシス。これは楽しみや。おお、めっちゃ綺麗。先生、どれがおすすめですか？おすすめは、詰めるものが、ジュースの牛乳の分と豆乳の分ですね。あとはもうバナナの補助の見学の方はこっちセットになっていますので、で選んでいただければ、豆乳よりも牛乳の方が味がはっきりします。ソフトクリームはもうないんですか？はい、すみません、ソフトクリーム今あります。じゃあバナナジュースでしょうか。いただきます。アイス食べたかったけど、優しい味ですね。いやー、2泊3日でしたが本当に充実した旅をすることができました。名残惜しいですが空港まで向かいたいと思います。そしてこの空港もめちゃくちゃ近いんですね。本当にありがたい。9分です。さあ、ちょっとね早めにやってきちゃいましたけど、いいことですね。この僕がギリギリじゃない、そんなこともあるんですよ。ギリギリじゃない、たまにはこんなこともあります。はい、なんと視界不良のため条件付き運行。近くにあるんですか？ここが石田なので隣の町に、足部のフェリー乗り場があるので。フェリー乗り場見てなかった。足部の方にお店を構えて、壱岐で取れた魚とかですね、ウニ、サザエ、岩牡蠣を使って全部手作りで作って、自分たちで野菜から人参も買ってきて自分たちで切って、機械とか使わず、なるほど。加工するのには機械使うんですけど、作るのはもう自分たちで。これは何ですか？ぶりカマなんですね。ご飯と一緒に炊いたらいいってやつか。ぶりカマ飯。でももう骨まで食べれるんで、もう炊くだけでも混ぜて。そんなシンプルな。美味しいです。せっかくね余裕を持ってきたのに、こんな条件付き運行で飛行機来るかどうかわからないと。しかも朝の便は引き返したらしいです。やばいなこれ。この後の予定も全部変わってしまう。もしこれがダメだったらフェリーとかで帰ったりするらしいですけど、どうなるか。急に一気に賑やかになったら、さっきまで僕一人だったのに。こんな離島カードとかあったね、今まで一回もらってないですよ。結構行ったとこあるやん。福江島のカードとかもらってないね。壱岐どこにあるやろ。観光課に行かなあかんね。これだけ行ったことがないところがいっぱいあるっていうことですね。無事に到着したみたいですね。係員へお知らせください。係員。長崎から壱岐行きとなっております。壱岐から長崎行きの搭乗機をお待ちください。ちょっと待ってください。申し訳ございません。すいません。先行ってください。ありがとうございました。これか。こちらです。すいません。申し訳ございません。
ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。恥ずかしい。壱岐から長崎に行くのに長崎から壱岐のチケットで行ってました。Every day we are making up something new. I don't need a thing now, as long as I have you. Oh, the look in your eyes got me feeling alive, the good life. Take it, girl, we're gonna be alright. いや無事に到着してよかったですね。それではね、これからちょっと長崎で待機というか何日か過ごして、オフ会も長崎でしまして、次は対馬ですね。対馬もちょっと天気悪そうな感じなんですけど、天気コロコロ変わってるんで、いいと同じように晴れてくれると祈ります。最高の旅でした。そして壱岐の次は同じ長崎離島の対馬に行ってまいりました。こちらは国境の離島ということで、また独特な空気感で一生に一度は行くべき島でした。ぜひこちらも別動画でご覧くださいませ。いかがでしたでしょうか。離島初心者にも強くおすすめできる、グルメも絶景も本当に素晴らしい島でした。正直住みたいと思える魅力がありました。まさに一生に一度は行くべき大人の穴場旅行先と言えます。決して行きにくい離島ではないので、ぜひ皆様も足を運んでみてください。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、ぜひ皆様のいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対に言えない旅の裏話や近況報告などを毎週させていただいております。メンバーも増えておりますので、ぜひ皆様の参加お待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性のあなたでも全部入れていけます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。